が住めるようにしていくっていうその力はすごいと思うんですよね。でいろんな問題が、ぶち当たっていくと思うんですけども、こういうのはすごい大問題だと思っても細かく言うとこういう風に家が外に出てみると分かってきますけれども、28m80。マイナスだな。前か前。96。はい。ちょうど今裏側のお部屋の方全部水が一番こっちはまあ想像まだ解決していないので想像できましたけど、まあ一番びっくりしたのはこちらです。なんと西側から流れる水でもう水たまり奥の方まだこっちは床剥がしてないですが、よーく見るとここにも水が溜まっています。落ち込んでて、でも記録には一応撮っとこうと思って撮影したものでして、はい、ちょっと動揺していて、いや絶望だったと思うんですよね。本当そんなことになると思ってなかったでしょうから。よろしくお願いします。寒かったら温まってください。
まあこの庭の仕事という企画を始めたのはですね、まあ、そもそも私がこうして植木屋をやってこれてるのはたくさんの先輩、まあ親方という人、先輩たくさんの、もうずっと私が知る以前からずっとつながってきてる、教えてくれてきた方たち、そういう人たちがおかげで今あるんですけどもね、厳しい時代がこう過ぎてって、なかなか新しい人たちがこの世界に踏み込んで来れなくなってる状況がある。そのなんかちょっとまあおこがましいんだけども、きっかけ作りっていうので庭の仕事というのを始めたんですけれども、それでいろいろななんかこう岩石移動体験会だとか手ぼうきを作ろうだとか、そういうことのイベントをやってきて、今回足立さんというここの建物の家主の人と出会えて、庭を一つ全部作るという過程で始まったんですね。どうやって庭作りを考えているのか、植木屋が。そんなところがこう参加者と一緒にできたらなというところですね。イエーイ！痛い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 ！さあいいよそこ。